京都大学生命科学研究科生態制御学分野の松田道之といいます。今日は私たちの研究室で開発している蛍光タンパク質を使ったバイオセンサーの話をしたいと思います。蛍光タンパク質は日本の下村修先生が発見されたことで有名ですけれども、その後下村先生の発見した緑色のものだけではなく、いろんな色のものが出てきて、その用途は非常に広がっています。今や生命科学、それから医学の研究に欠かせないものとなっています。私たちの研究室で使っているのは、その中の色の異なる蛍光タンパク質を使って蛍光共鳴エネルギー移動、フローレスセンスレゾナンスエナジートランスファー、略して通称フレットと言いますけども、そのフレットという原理を使ったバイオセンサーを開発しています。ちょっと難しいですが、まずそのフレットというのはどういうものかということについて、まず最初にお話をさせてください。まず蛍光という現象について思い出してください。蛍光分子に光が当たりますと、そのエネルギーが分子に蓄えられます。この冷気された分子が元の規定状態に戻るときに、その蓄えられたエネルギーを外部に放出することを蛍光と言います。家庭にある蛍光灯とは、蛍光灯のガラスの内側に白色の蛍光分子が塗布されており、ここに目に見えない紫外線が当たり、その紫外線によって冷気された蛍光分子が元に戻るとき、規定状態に戻るとき、白色光を出すものを蛍光灯として私たちは使っています。さて、ここで蛍光タンパク質を2つ使うと面白い現象が観察できます。私たちは青い蛍光タンパク質と、それから黄色い蛍光タンパク質を使ってこの現象を観察していますので、それをお示しします。ドナーとなる青い蛍光タンパク質に光を照射しますと、そこにエネルギーが蓄えられます。通常はこれが青い蛍光として発せられるのですが、隣に黄色い蛍光タンパク質を置いておきますと、そのエネルギーが黄色い蛍光タンパク質にトランスファー、移動していきます。そしてこのエネルギーを受け取った黄色い蛍光タンパク質が元の規定状態に戻るときに黄色い蛍光を発します。これを蛍光共鳴エネルギー移動、英語で略してフレットというふうに呼んでいます。では、このフレットと蛍光タンパク質の原理を使ってタンパク質の活性を測定する方法をこれからご紹介いたします。その前にここでタンパク質の活性とは何か考えてみましょう。タンパク質は1本のアミノ酸が折りたたまれてできているものです。この図に示しているのはラスト U、がんを起こすことで有名なタンパク質です。ここに示している状態では、いわゆる活性がない状態になっています。じゃあこれが活性が変わるとどうなるかと言いますと、構造が少し変化します。ちょっと見ただけでは分かりませんが、このようにタンパク質の活性が変わるということは、分子の構造が変わるということなんです。ですから逆に分子の構造が変わることを観察することができれば、私たちは分子の活性も知ることができます。タンパク質の構造変化は先ほどお話ししましたフレットの原理を使って調べることができます。あるタンパク質がこのように閉じた活性化のない状態と、それから開いた活性のある状態とを取るというふうに仮定しましょう。このタンパク質の両側に青い蛍光タンパク質と黄色い蛍光タンパク質を結合します。すると活性化の状態では青い蛍光を、活性がない状態におきましては黄色い蛍光をフレットの原理により発することになります。このような構造を持つ分子のことをフレットバイオセンサーというふうに呼んでいます。タンパク質の構造のみならず、今やイオンの量、あるいは分子の活性、それから細胞の機能、非常にさまざまなものをこのフレットを使ったバイオセンサーによって検出することができるようになっています。では、この顕微鏡でどんなものが見えるか、これからご紹介しましょう。これはネズミの腎臓の細胞です。腎臓の細胞の核にアークというタンパク質リン酸化酵素の活性を測定するフレットバイオセンサーを発現しています。赤い色が活性が強いことを、青い色が活性が弱いことを示しています。これから2日間ビデオを撮った画像をお示しします。
ご覧のように個々の細胞でアークの活性が上がったり下がったり揺らいでいることがわかります。さらに驚くべきことに、その活性化が隣の細胞に広がっていく、伝播していくということも観察することができます。ではこのような現象を培養細胞ではなく実際の個体でも観察することができるのでしょうか。私たちの研究室ではこのフレットバイオセンサーをトランスジェニックマウスとして開発しました。すなわちマウスにこの遺伝子を発現させることによってマウスのすべての細胞でこのバイオセンサーが光っていて、すべての細胞でその分子の活性を見ることができるんです。まずこの2匹のマウスをご覧ください。どちらも同じように見えますね。まずここに青い光を当ててみます。そうすると2匹のマウスとも青い光を反射しますので、普通に青く見えてきます。傾向を観察するためにはこの青い光をカットする必要があります。ここにカットフィルターを入れてあげると、ご覧のようにこちら側のネズミだけ緑色の蛍光を発してくるのがわかります。これがフレットバイオセンサーを発現しているトランスジェニックマウスです。では次にこのマウスの細胞を顕微鏡で観察する方法をご紹介しましょう。そのための道具がここに示しています二光子顕微鏡と言われるものです。大型のレーザーを備えていて高出力の光を出すことができます。なぜこのような大掛かりな顕微鏡が必要なのでしょうか。先ほどお話ししましたように、このネズミではすべての細胞が蛍光を発しています。この図に示しますように、通常の蛍光法で観察しますと、光が当たったところのすべての細胞が蛍光を発していきます。そのため自分が見たい深い組織のところの細胞を観察することができません。ところがこの右図に示しますように、二光子顕微鏡を使いますと焦点面でだけ蛍光を光らせることができます。それにより周りの細胞に影響されることなく、自分の見たい細胞を組織の深部で観察することができるというわけです。右に示しているのはフレットバイオセンサーを発現しているマウスの耳の組織です。ここに示しているのは上から表皮、それから抗原繊維、その下の軟骨組織まで見えています。脳組織のような透過性の高い臓器であれば1ミリ程度の深さまで観察することができます。では次にこのネズミを使って病気の組織では細胞がどのように動きをしているかを観察しました。このネズミの耳は今赤くなっていますね。いかにも痛そうです。ではこの痛そうな耳の中でどんなことが起きているかを観察してみましょう。これがマウスの耳の皮下組織です。顕微鏡の同じ視野の画像が3枚あります。真ん中が蛍光写真です。特徴的な形状の核を有する好中球の細胞が見えます。ここには血管も見えています。左がフレットバイオセンサーによりアークというタンパク質リン酸化酵素の活性を示しているものです。好中球の中では活性がいつも高いということがわかります。右はこれから入る抗炎症薬を見せます。薬を入れると血管が見えてきます。今薬を入れました。するとアークの活性が下がり、同時に好中球の動きが鈍くなってくるのがわかります。ではこの動きが止まった好中球はもう死んでしまったのでしょうか。それを確かめるために皮膚の組織の一部にレーザーを当てて組織を焼いてしまいます。そうするとご覧のように再び好中球の活性が上がり、壊れた組織にめがけて好中球が走り寄ってくる様がリアルに観察できます。このようにフレットバイオセンサーを使うと細胞の動きとそれから細胞の中の分子の活性とを同時に観察することができるんです。これまでさまざまな分子の活性は試験管内の圧生計を使って観察されてきました。私たちが開発したフレットバイオセンサーを発現しているトランスジェニックマウスを使うと、生きたマウスでリアルタイムに薬の効果を見ながら、そして分子の活性を同時に観察することができます。このような技術は薬の開発に今後大いに役立っていくものと考えられます。またこれまで我々が想像していなかったような驚くべき生物学的発見ももたらすものというふうに期待されています。